こんにちは。今日はですね、オンラインの、クラスの稽古の終わった今直後なんで、汗だくで、このまま撮影しておりますけれども、今日はこの終鉄のトレーニングを、自分の中でこの身体操作を開発してというか、今の、この体の運用になって起きた体の変化の一つとして、最初にね、すごくおって驚いたのが、これは今までなかった感覚だぞっていうのが芽生えた、その一つをね紹介します。それはですね、この足の先っぽ、足のつま先にものすごく力を込めることができるようになったっていうことですね。簡単に言うと、この地面に足の指をねぐっと力をかました時に、今までにないようなこの力の入り方がこう芽生えたっていう感じです。この感覚、例えばね、片足立ちでこうつま先立ちになれば全体重がこのつま先にかかるわけなんで、そういうことなんじゃないかと思われるかもしれないですけど、そうではなくて、この体のね中心部からの力をぐっとこう連鎖という力を流すかのような感じでギューッと力が入るようになったと。この感覚がすごく新鮮だったですね。でこれはね、どういうふうにしてこの感覚に気づいたかというと、僕が昔からね言ってる空手のこの型の動作の時にグッと、足の指先、親指とかが地面にグッと噛む感覚で、そのグッと力を込めた時のこの反力が体の中心、腰椎のあたりですね、この辺までグッと返ってくるような感覚を覚えたっていうことです。で最近ね、この感覚自体は稽古を積めば積むほど、身体操作がこう深くなってくればなってくるほどこの感覚というのは強くなってきているので、これを始めた6年前かなの感覚と比べると、今はねもうさらに全然その力のこの集中する度合いというのが進化している感覚を得てるんですけども、その結果ね、これは嬉しいんだか悲しいんだか、足がですねどんどんごつく大きくなってきて、この足のね、僕足をね見られた時に、いやでっかいごっつい足ですねってよく言われるんですけど、この足先のこの筋肉とか指のあたりがものすごくこうどんどんごつくなってきてですね、最近また、1、2年前に買ったこの足全体を覆うようなサンダル、ジャストサイズぐらいで買ってたのがあるんですけど、それね今年ちょっとまたあったかくなってきたんで久しぶりに引っ張り出して履こうとしたらですね、もうきつくて痛くて入んないと。なんかねこの足先がまたね発達しちゃったみたいなんですよね。この感覚、すごく独特ですね。で今はね、つま先に限った話をしてますけど、これねつま先じゃなくてかかとに力を込めても一緒なんです。どちらにしても力を集めた時にぐーっとすごい力がこの体の中心からの連鎖を感じつつぐっと力が入るようになるということです。こういう変化、これは前にも動画で説明した運動連鎖と関係があって、あとはそのインナーマッスルの運用活用ですね、そういったものとすごく関係してくるので、当然パンチの威力にも関係してきますし、この足先にこういう力が出るというのはすなわちそのまま、手からも同じように力が出るんですね。ですので
例えばこう立ち腕相撲だったり、手先で相手を崩すとか、こういう力の運用も全く同じなんです。それが足になっているか手になっているかという違いだけで、中心から末端のつながりっていう意味では全く一緒なんです。で、もうこれができることによって、ね、手先足先に要するにこう全身がつながった大きな力が出るようになるので、例えばね、地面を踏みしめて地面反力を使うような技ももうかなり威力が上がっていきますし、ね、立ち腕相撲みたいな力の加え方でもすごく威力が出てきますし、あとはね、末端から体幹への連鎖だけじゃなくて、それがね、足先から末端、手先から末端がこう両方起きることによってこう全身がつながった感覚っていうのも作れますので、これはもうね、かなり、威力、技の威力という面ではものすごく絶大な効果があります。で、これをね、日々の生活の中でこの感覚を育てたくてですね、僕はこの間も動画でアップしたただ立つ稽古っていうのを日常の中に組み込むっていう例を紹介しましたけど、その立った姿勢を作ったままつま先に力を集めたり、反対にかかとに力を集めたり、両方のつま先に力を集めるとか、片方だけのつま先に力を集める、あとかかとに力を集める、こういうのも徹底して繰り返しました。グーグー、電車の中でもねこれはできますし、こういうのを応用してこの稽古を積みながらですね、電車の揺れに対応するような姿勢の作り方とかもできてきますので、この間ね、そういえば稽古会の後会員さんと一緒に電車に乗って帰ったんですけど、その会員さんにね言われたんですよね。電車でずっとこう先生の立ってる動きを見てたんですけど、他の乗客が揺れてるのに先生がほとんど揺れてないですねって言って驚いてたんですね。ああ、そっかって、自分ではねそういうふうに比べることはしたことないので、そうだったんだっていうふうに驚いたんですけど、立った時にその姿勢作って、その揺れに対応してつま先やかかとにグッとこの体の中心からの力の連鎖っていうのをこう感じつつ、臨機応変に対応する練習をしていくと、必然的にねこの体の揺さぶられにも、きちっとこう対応できることになりますので、この力、ピシッと強く立つ力っていうのはもうどんな技にも直結していく大事な要素になりますので、是非ねその辺の感覚も皆さん、鍛錬を積んで体がね変化してきたら体にどんな変化が起きるのかなっていう、一つの例ですけど、足がでかくごつくなるっていうこういう変化がありますこれ全然嬉しくないかもしれないですけど、技にはねとっても有効な、要素なので、是非参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。